わわ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 。お疲れ様です。最近思うことがあるんですよ。空見は一人で動画を作っているのという質問があったのでお答えします。結論から言うと僕はすべての動画を一人で作っています。そして僕にとって作る動画はすべて日記です。でもなぜそうしているのか、今日はそれについてお話ししていきたいと思います。もともと思いついたことをすべて投稿したくなるタイプで、時には1日に X で1000件も投稿することがありました。広い意味で言えば、Twitter への投稿がやめられない人にカテゴライズされる部類の人間でしたね。というか、考えたことをとにかく書き続けてないと、すべて忘れてしまうというデメリットがあるんです。断片的な情報ばっかり投稿するがゆえに、単なるカジュアルな会話を投稿した時でも、誤解や不必要な議論が生まれるリスクが常にありました。今思えば過激な発言が絶えなかったことは間違いなかったんです。以前にも炎上するという経験をしていて、たびたび議論になったことがありました。そんな中、8年前、コンベンションのスタッフになった時、主催の人からこう言われました。空見、お前が知っていることだけが全てじゃないんだ。君自体はまだまだ知らないことがたくさんあるし、君自体が何でもできるわけじゃないんだよ。人を悲しませたり、論争を巻き起こすことはダメなんだよ。それはコミュニティのために全然ならないんだよ。最初はこの言葉を聞いても、誰も僕のことなんか理解しないみたいな心境になってました。なので、スタッフとしてイベントを守るために少しずつ我慢をするという行動を取るようになっていきました。そう簡単に僕の心の腐った部分は変わるわけじゃないです。だって我慢をしている段階だから。その状況を変えたいと思うようになったきっかけがありました。僕は自分のやってることに対して熱心で明るく振る舞う人たちに強い憧れを抱いていました。でも、そういう人たちに囲まれることがなかなかありません。自分の周りに不満を言う人しか集まらなくなってしまったからです。日本では言霊という言葉があります。言霊は古代の日本の信仰に根ざした概念で、現代でも日本の文化に深く根付いています。言葉は単なるコミュニケーションの道具じゃなくて、実際に現実を形作る力を持つと考えられているんです。いい言葉を発すればいいことが起こり、不吉な言葉を発すれば教示が起こります。頭で考えるだけでなく、実際に口に出して言ってみることで、その言葉に力が宿るという考え方です。僕は日々の発言がこれらのものを呼び寄せてしまっているんだろうと考えるようになったんです。そんな中で僕は出会ったゲームがあるんです。皆さんはアンダーテールというゲームをご存知でしょうか？誰も死ななくていい優しい RPG がキャッチコピーとして知られ、必ずしもバトルでモンスターを倒す必要がない点がシステム上の大きな特徴があるんです。モンスターに話しかけたり、いろいろと働きかけたりすることで戦闘を平和的に終わらせることもでき、プレイの中でモンスターを倒すのか逃がすのか、その選択に応じてゲームの展開やエンディングが変化するようになっているんです。僕はこのゲームをプレイした時こう思いました。自分もこんな生き方ができて、これほどまでストーリーが変化するんだったら、これほどコストパフォーマンスのいいことはないんじゃないか。まずは言葉遣いそのものを変えてみることにしました。そして、いろんな人と関わる上での考え方の不一致を認めるようにしてみました。どれほど自分が正しいと思っていても、まずは反論してはならない。相手の倫理をロジカルに把握するように努め、共感を示し、自分の意見と相手の意見をミックスした結論で動くことを徹底しました。僕の人間関係はびっくりするほど変わっていきました。しかし、それでも文字だけでは自分自身がどんなに配慮して書いたとしても、反論して攻撃になる人たちはどうしても現れてしまいます。後で通話で話してみると、
ニュアンスが正確に伝わって和解することができて多かったということがありました。声もそこで重要であることに気がつきました。また声で自分の気持ちを伝えるときに相手に見えなくともジェスチャーをすることで声に抑揚が生まれてさらに自分の言いたいことが伝わるようになっていったんです。本当の言霊を操るという方法をこの経験から学んだんです。だからこそ僕は動画として自分の考えていることを伝えることにしたんです。誰にも見られる必要なんてないんです。興味を持った人だけが注目してくれればいいんです。そこに有名になりたいとかそういう欲望もないのです。僕にとってはDJ がメインコンテンツで DJ で有名になりたいっていう野心があったので、動画で有名になることはどうでもよかったんです。でも動画を出さないと僕の心は壊れちゃいます。Twitter に1日1000回も投稿するような人の心は変わらないんです。考えを整理しないといけないんです。整理しなければ僕はむちゃくちゃ言葉遣いの悪いやつに一瞬で戻ってしまうんです。だからこそ台本の準備に多くの時間を費やすんです。まずはコンピューターで考えを書き出してそれを明確な構成に整理するんです。次に僕の声のイントネーションに合わせて文体を調整し、様々な文化的背景を持つ視聴者にとって適切な内容であることを確認するために注意深く見直すんです。最後に動画を録画して編集します。声とジェスチャーを組み合わせることでテキストだけでは表現が難しいニュアンスを伝えることができるようになるんです。この9年間300本以上の動画を通して僕は自分自身と向き合い続けてきました。それは時に苦しいこともあったけど、一つ一つの言葉、一つ一つの思いが僕自身を少しずつ変えてきたんだと思います。かつて無限に言葉を発していた僕が、今は一つの言葉の重みを感じながら動画を作っているんです。それは誰かのためじゃなくて、まず自分自身の旅でもあるんです。でも、もしこの旅路に共感してくれる人がいるなら、それはそれでとても嬉しいことですよ。言葉には確かに力があります。その言葉で誰かを傷つけることもできるし、誰かを励ますこともできる。僕はこれからも自分の言葉と向き合いながら思いを届けていきたいと思います。あなたの心の中にもきっと伝えたい思いがあるはずです。その言葉を大事にしてください。それがあなたの世界を、そして誰かの世界を少しずつ変えていくかもしれないですからね。というわけで今日はそんな感じです。以上です。